今22時、夜の10時20分なんですけど、今新宿にいます。単焦点の 90mm のレンズでちょっと写真撮っていきたいと思います。 90mm の単焦点であんまり街を撮りに行ったことがないので、どんな感じになるのか見てみたいですね。楽しみです。今日は木曜日なんで、あんまりそこまで10時だと賑わってないかもしれないです。東京自体来るの久しぶりなんですけど、やっぱめっちゃ変わってますよね。コロナがあって変わったっていうのもあるだろうし、単純に久しぶりに来たから変わってるっていうのもあるだろうし。90ミリ結構離れないとできないとダメですねまだ離れる。美味しそう。ゴジラのとこ行ってみますか。そういえばそこで逆待ち勧誘待ちをしている君近すぎてどこ見てるか分かんない。猫はとりあえず撮りますよね。
ゴジラロードっていう名前なんですね。知らんかった。I don't know why I took that shot.
11時30分ですね今。ちょっともうさすがに疲れたのでもう寝たいと思います。多分ここら辺です。ここら辺に泊まってます。簡単にお部屋紹介したいと思います。もう一回入っちゃいましたけど、こちらがチャプター2のお部屋です。ソファも大きいですし、これ面白いのはピアノがあるの面白いなと思いましたね。実際さっきちょっと弾いてみたけど、本当に普通の電子ピアノ普通にちゃんと弾けますね。さっき説明受けたんですけど、ミニバーガーの中全部無料っていうことで、オレンジジュースとビール、ハートランドビールっていうんですかね、も無料だそうです。メズム東京、なんか物が全部かっこいいですね。このロゴ入りのマグカップもそうだし、これは部屋で入れろっていうことか。ケトル、なんか抹茶のやつもありますね。ホテルの部屋がベランダ付きなので、ちょっと今景色いいから東京の夜景、これはめちゃくちゃ硬いです。側面とかもめっちゃ硬くて、さっきから足当ててめっちゃ痛い。枕元、コンセントと USB、 いいですね。こちらが洗面スペースです。これ面白いですよね。本の形になっていて、その中がパズルみたいなので構成されていて、これが全部アメニティだそうです。分からなかったのでバニティキットっていうのだけ開けました。こちらには綿棒と爪ヤスリとヘアゴムが入ってます。綿棒は1本使っちゃったんですけど3本入ってました。以上です。あとさっきシャワー浴びた時にもう使いましたけど、このサロニアのなんかいい感じのドライヤーセッタが一応ありますね。ただ室内用らしいです。館内はこれではダメみたいですね。これがスリッパですね。だいぶいいやつですね。厚さもあるし、モフモフしてるし、最高級なやつだと思います。美味しい塩みたいな、高級な美味しい塩みたいなのですね。岩塩。なんでこれ飲むかっていうと、無料だからです。スカイツリーとビール。動いたら絶対危ないですね。大都会すぎる東京。怖っ。スカイツリーも見えて最高でしょ。多分タワマンやと思うんですけど、上の人って下まで降りて通勤するとき多分めっちゃ時間かかりますね。大変そう。京都は建物の高さ制限がねあるんで、こういう高層ビルっていうのは基本的に見れないんで、東京来るとすごい思いますね。
めちゃくちゃ疲れたのでもう寝たいと思います。ではさようなら。これが朝のメズム東京からの景色です。空気澄んでるんで結構東京スカイツリーも見えますね。リキューエクスプレスチェックアウトっていうのは多分これですね。押してタブレットでチェックアウトしてカードも部屋に置いていっていいみたいなんで便利です。残念ながらこの部屋ともおさらばですわ。すごいいろいろセンスのある使ってるものとかね、デザインとかそういうのも含めすごいいい部屋だったと思いますね。また宿泊したいなって思うホテルだったと思います。ベランダもあって眺望もいいですし。では